けましておめでとうございます。2026年、今年もフレンチシェフ高見仁のガチレシピ、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、2026年一発目の料理なんですけども、せーの、ドン。はい、こちら。ポワソングリエ、アラプロバンサルっていう、料理の方をご紹介いたします。ただですね、今回、お正月ということもありますので、こちら本来はソースプロバンサルというトマトを主軸としたソースをご紹介するんですけども、こちらですね、お正月にちなんで、バンブランソースにですね、サフランを加えたサフランソースの方を加えまして、太陽をね、イメージした料理の方を皆さんにご紹介できたらなと思っておりますので、早速ね、作り方の方行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。いきますよ。せーの、ドン。はい。では材料紹介です。こちら、マダイですね。1尾だいたい 500g ぐらいのものを今回用意しました。で、ペーパーに漬け込む、挟みまして、表面の水分と、あとこの腹綿の中にですね、腹の中にこのペーパーを入れて、水分をしっかり抜いたものになります。で、こちらですね、レモンですね。で、こちらニンニク。で、こちらね、付け合わせのガルニチュールで、こちらインカの目覚めですね。中が黄色のじゃがいもですね。で、こちらズッキーニ。で、玉ねぎ。で、こちら、芽キャベツ。で、こちらセミドライトマトですね。110度のオーブンで、だいたい90分焼いたものですね。で、こちらハーブでタイム、ローズマリとイタリアンパセリです。で、こちらサフランと、あとこちらまだ濃度をつけていない、バンブランソースになりますね。はい。では、こちらマダイの方に塩をねしっかり振っていきます。強めに打っちゃって大丈夫です。しっかり、塩を打ってください。で、反対側も同じように振っていきます。でこの時にですね、お腹の中も入れてあげてください。この中にも塩を打ってあげましょう。はい、でこれでしっかり打ちましたので、これでだいたい15分以上は置いてください。これしっかり置いていきます。で、レモンねカットしていきます。で、ニンニクもちょっとね上の方だけこうちょーんと切ります。こんな感じですね。はい、こちらレモンとニンニクこんな感じですね。で、ズッキーニの方は乱切りしていただいて、で、玉ねぎの方とじゃがいもですね、そして芽キャベツ、これらをね一緒にもう蒸していきます。でまず芽キャベツは6分蒸していきます。で、ズッキーニはその間に素揚げしちゃいます。こんな感じでね色がつけば大丈夫です。で軽くね塩は振ってあげましょう。こんな感じでお願いします。で6分経ちましたので、芽キャベツを冷水の中に入れます。で、玉ねぎとじゃがいもはまたこのまま蒸していきます。で、だいたい30分から40分蒸したところでもう串がスッと入りましたので、ここでもう引き上げていきます。玉ねぎもねここで同時で引き上げていきます。で1回ですねここでちょっと冷ましちゃいますね。はい、では鯛の方を水分をまずよーく拭き取ります。で、お腹の中にね今からハーブの方を入れていきます。
ではまずローズマリーの方をちょっと長ければねカットしていただいて、で入れていきます。で、タイムですね。タイムの方ももう入れてっちゃいます。で、イタリアンパセリですね。軸の方ですね。まずグッと切っていただいて、まず軸入れてしまって、で、それを覆うようにこのね葉っぱでこうグッと入れていただいて、もうどこまでもバンバンに入れていきます。で、レモンをもうこれでもかっていうぐらいまでもう入れていきます。結構強引に見えるんですけども、結構強引に入れちゃって大丈夫です。でちょっと余ったハーブとこのニンニクは使いますので、別皿にちょっと取っといてください。でこちらのニンニクですね、こちらはもう素揚げして、ガルニチュールで使います。はい、ではね、冷やした芋をここで一回素揚げします。で、玉ねぎの方もね輪切りにしたので、表面だけ焼いていきます。色をつけていく感じですね。でこんな感じに色がつけば OK です。でインカの目覚めの方も上がりましたので、ここで上げて塩を振っていきましょう。では、サフランソース作っていきます。バンブランソースを温めましたら、そこにサフランを盛り込みます。で、今映像にある分の倍ぐらいの量入れてますね。これまず一発目ちょっとサフランの様子見て入れたんですけども、だいたいこれぐらいの色になるまで入れました。こんな感じですね。でここはしっかり黄色の色を出してあげてください。ではコーンスターチを入れていきます。喉はねだいたいこんな感じのイメージですね。で、ここで味を見て、塩を必要であれば入れていきます。で、こしていきます。だいたいこれぐらいの量のサフラン入れてましたね。で濃度はこんな感じです。綺麗ですね。はい、ではね、こちらに、オイルの方入れていきます。ちょっと多めに入れちゃってください。しっかり入れてあげて、で、そこにね、ニンニク入れていきます。で、ゆっくりねちょっと香りを出していったところにこちらローズマリー入れていきます。で火を弱めまして、あんまり強くやってしまうとローズマリーとニンニクが早くね色がついてしまいますので、で、そこにね、水分を拭き取った真鯛を入れていきます。
で、ちょっとですね、フライパンが多分ちょっと小さいんですけども、まあ、これでなんとか頑張って焼いていきます。できれば、このマダイがしっかりね、尾っぽまでこうピンって伸びるような状態のフライパンの方がありがたいんですけども、まあ、なかなかね、大きなフライパン持っているところが少ないと思いますので、そこら辺はうまく焼いていただけたらなと思います。こんな感じでね、油をかけて、アロゼしていきます。でね、しっかり焼き目ついてきましたので、まずここでひっくり返します。反対側もしっかりね、焼き色ついてきますね。で、今度はこの骨面の方をアロゼしていきます。これで、もうほぼ完成ですね。焼き色は OK です。で、これをパイ皿の方に入れて、これをこれからオーブンで焼いていきます。だいたい200度ですね。200度で、これで、15分ほど入れていきます。余熱はなしです。余熱なしで15分ですね。ただしですね、ちょっとこのマダイのサイズが 500g と結構小さいサイズですので、サイズによっては長く入れる必要はあると思いますので、金串等で必ず火入れは確認していただいた方が確かです。で、このね、温まったところに、温まってるオーブンのところにこのガルニチュール、ちょっと入れて、温め直しましょう。で、こちらが焼き上がったマダイですね。こうやってね、表面がパリッとしてれば OK です。では、ドレッセです。今回ね、こちらサフランソースを使って2026年、皆様のね、こう運が上がっていくような太陽のようなね、イメージでちょっと作らせていただきました。はい。見た目はねすごい豪快ではあるんですけども、作り方はそんなにもう本当にオーブン入れるだけっていうような流れになってますので、付け合わせの野菜とかはもうおのおのね好きなように作っていただいて、でこちらのマダイの方は、こう香草を入れてしっかり塩を打って、焼いてあげればバッチリっていうことですね。ぜひ作ってみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ポワソングリエアラプロバンサル、ソースバンブランアラサフランという、ちょっとね長ったらしい名前になってはしまうんですけども、こちらね、ポワソングリエ、なんですけども、あれちょっと待ってくださいよ。
なんかオーブンに入れてるからそれってロティなんじゃないんですかって、気づいた方は結構フランス料理の技法をかなりね知ってる方かなとは思われるんですけども、こちらですね、実際に調理学的な意味合い技法で言えばロティでお間違いはないんですが、なぜポワソングリエという名前になっているかっていうことですよね。これはですね、まず一つに、実際にロティでお間違いはないんですけども、じゃあなぜグリエという名前がついているかということなんですが、グリエというのは要は網目をつけて、表面をね香ばしく焼くっていうところのイメージ、実際の技法ではあるんですが、そこになぞらえているところがあるってあります。これが、例えばメニュー名のところで、ポワソンロティであった場合とポワソングリエ、という名前にした場合に、ポワソンロティにした場合はこうちょっとね、大人な感じのこうしっとりしたような感じのイメージになると思うんですけども、ポワソングリエとなればこう香ばしく焼いたワイルドなイメージになるというところで、このポワソングリエという言葉の表現を使われているっていうところがこのポワソングリエアラプロバンサルの、ところでありますよね。で、実際にですね、こちらポワソングリエアラプロバンサルなんですけども、実際の料理の方はこちら夏場にですね、こうトマトソースこうハーブをたくさんね入れ込んで、作る料理なんですけども、そのトマトがない時の季節外の時とかにはこういったバンブランソースに、このプロバンス地方のですね、特産品でもあるサフランですよね。そちらを加えて、この太陽のイメージ、プロバンサルのイコール太陽のイメージで、ご提供されているレストランも実際にございます。はい。ですので、お正月にね、合わせてこう太陽のイメージで、皆様にね、こう運気アップなんでちょっとね、願掛けではないんですけども、そんな感じでご紹介させていただきました。で、こちらガルニチュールの方はその時にある野菜をこうグリエしたりとか素揚げしていただいたりとかいろんなね、その時々に合わせて、付け合わせていただければ OK かなと思っております。はい。いかがでございましたかね。ポワソングリエアラプロバンサルでございました。こちらのね、郷土料理の方なんですけども、またね、夏場にある、ポワソングリエアラプロバンサルもまたねどこかの機会で、ご紹介したいなと思っておりますので、そちらもね、いつかお楽しみにいただけたらなと思っておりますので、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。